どうも、ひでちゅうぶです。お疲れ様です。さて、積みプラを崩すことを目的に始めた当チャンネルなんですけれども、気がつくと加速度的に積みプラが増えておりまして、現在部屋の中こんな感じ。これでもまだ一部です。これ映ってないところにももりもり積んでありますし、外にある倉庫の中にも積んであったりして、さすがにこれはまずい。もう置く場所がない。ということで、積みプラを崩していきます。で、こちらのキット。コードギアス亡国の秋とよりアレクサンダータイプ02ですね。こちらのキット発売は2013年、定価は2460円税込みとなっております。いや、マジで引くわ。2013年が10年前とかドン引きですよ。まあそれは置いときまして、今回なぜタイプ02両機なのかというとですね、こいつだけ売れ残ってたんですね。まあこの目つきの悪さじゃね。さてさて、10年前のバンダイキットどんなもんですかね。私このキットに関しては前知識一切なしで作るので結構ワクワクしております。パッと見た感じだとランナーには白とグレーしか見えないですね。非常にモノトーンな構成になってますね。説明書。お、チラシだ。ホビージャパンからビジュアルブックが発売したらしいです。へえ。さて、説明書。お、設定画が書いてある。おー、なるほど。なるほど、なるほど。ああ、作るの結構大変そうだな。それではランナー見ていきましょう。はい、こんな感じで PS 樹脂のランナーが9枚、ポリキャップのランナーが1枚とシールが2枚となっております。色は白とグレーの2色のランナーしか入っていません。青い部分はシールでなんとかせという仕様でございます。ちなみにポリキャップ入ってますけど ABS のランナーも入ってまして、タグにデカデカと ABS と書いてあります。親切ですね。説明書の指示だと組み立てはコックピットからとなっていますので、そちらから組み立てていきたいと思います。コックピットの中でも特にりょうくんからの組み立てになってますね。パイロットの腕と胴体の取り付けに関しては説明書でも接着推奨となってますけれども、接着剤使わなくても一応組むことはできます。よいしょ、こんな感じですね。よいしょ。下半身に関しては足が途中でブツッと切れてますが、まあしょうがないですよね、そこら辺は。コックピット完成しまして、こんな感じです。結構複雑な作りをしてまして、かなり重量があります。コードギアスのロボット、ナイトメアフレーム全般に言えることなんですけど、コックピットその位置には置かんやろ。重心バランスわけわからんことになるやんっていうね。コックピットの天井側にも一応モールドはそれなりに入ってて、結構精密感はあります。続いて胴体の組み立てに入っていきますが、このちっちゃいパーツが胴体のど真ん中に鎮座してて、多分変形の兼ね合いなんでしょうけれども、よいしょ、骨の背骨のようなフレームを構成しています。さっきのフレームはこんな感じで胴体の中に仕込まれています。このフレームね、端っこの部品、首側のボールジョイントだけポリキャップなんですよね。今右手で掴んでいるところですね。ここだけなぜかポリキャップです。これ全部 ABS でもよかったんじゃないかな。よくわからん。胸から腰にかけての接続もですね、この細いフレーム2本
でつながることになります。おお、なんて面白い作りをしてるんだ。胴体とコックピットの接続は背中にガッチャンってくっつく部分と腰の部分からシリンダーが1本伸びてます。なのでまずはシリンダーを通してから胸との部分を接続と、こんな感じですね。はい、面白い構造してますね。続いて腰ですが、この部分が面白くてですね、足との接続部にこのリングをはめます。ここが足と腰の接続部の関節隠しになるんですけど、関節隠れてない。面白いな。これは腰アーマー接続用のポリキャップですね。足との接続部分が独特な形状をしている腰がこれで完成です。腰アーマーつけるの忘れてますね。続いて頭部ですが、合わせ目はど真ん中にきます。このキット全体的に言えることなんですけれども、合わせ目に対しての配慮というのはほとんどされていません。変形機構を仕込むことだとかキットのサイズを考えると、合わせ目まで配慮してたら破綻しちゃうんじゃないかなという気がします。合わせ目まで配慮して作ってたらきっとこの値段じゃ収まらないでしょうしね。値段とかいろいろ考えた結果、合わせ目はもういいやってなったんじゃないかなと。完成した頭部がこちらです。特に不満はないですね。少ないパーツでよくできてるな。続いて肩の組み立てになりますけれども、いきなりですね、この奇妙な形のポリキャップを使っていかなきゃいけなくて、とても嫌な予感がします。いろいろすっ飛ばして腕回り完成しました。このポリキャップね、保持力が多分足りないと思う。よく動きはします。もうね、はるか昔のプラモデルに比べればすごくよく動くと思いますが、肘、ここポリキャップ丸見え、もうはるか昔のプラモデルと一緒ですね。手首も軸固定なんで回転以外は動かないです。このキット全部の中でこの腕に関してなんとなく完成度低いような印象がありますね。バンダイにしては手首のバリエーションが豊富で、こちらは握り手、こちらはライフル持ち手ですね。こちらが変形した後の手首で、手首からブレードを出した部品となっております。今気づいたんですけど、手首がずれてブレードが飛び出してくるんですね。不思議な構造してますね。面白い。続いて足を作っていますけれども、膝の関節がですね、片側ポリキャップ、この変な形のポリキャップと片側が ABS という組み合わせになってまして、正直この変な形のポリキャップ好きじゃないな。で、今の部品をこんな感じで外装パーツで挟んですねに差し込むんですけど、これ軸もポリキャップ、受けもポリキャップですからね、もう最悪ですよ。ポリキャップをポリキャップで受けるっていうね。ふにゃふにゃの部品をふにゃふにゃの部品で受けちゃダメでしょう。なんて文句を言いつつ足回りの完成です。稼働に関しては、あれここ回転しないですね。こんな形状だけど回転実はしないです。回転はどこかってこの膝部分ですね。ここでロール軸を持ってます。不思議。膝は90度よりちょっと曲がるかな。ここ組み間違えたのはちゃんと直しました。それから足首。ランドスピナーですね。ランドスピナーのタイヤがね、ちゃんとプラスチックになりましたよ。素晴らしい。
グレンニ式の時はゴムでしたからね。全体的にめちゃくちゃ動くっていうわけではないですけれども、まあそれなりに動くかなっていう感じです。続いて武装の紹介です。まずライフルが2丁。こちら背中につけることもできるし、手に持たせることもできます。背中につける場合は、この追加部品をくっつけます。次に斧ですね。こちら腕に固定する場合、こちら手に持つ場合と2パターン付属しています。次にこちらがミサイルランチャー。これは背中につける部品ですね。部品の差し替えで、落ちちゃった。差し替えることで展開状態とハッチオープン、ハッチクローズ選択することができます。部品が出揃いましたので最終組み立てに入ろうと思います。機体設定からそもそも華奢なんでね、組み立ては結構気を使います。部品折らないように気をつけましょう。胴体がね、特に構造が複雑で繊細なので気を使いますね。変形のためとはいえ、この首接続の長さは可動範囲が制限されてしまうので、という部分はちょっとありますね。パチ組みにて完成です。バンダイの35分の1スケールメカニックコレクションアレクサンダータイプ02両機です。プロポーションに関してはほぼほぼ完璧なんじゃないでしょうか。めちゃくちゃかっこいいですね。ちなみに今回シールは一切使ってませんが、白い。とにかく白いですね。ただ青い部分を塗り足すだけでだいぶ設定に近くなるとは思うので、水性ホビーカラー、筆塗り、はみ出したところをマジックリンで拭き取るなどするとだいぶ完成度が上がるんじゃないでしょうか。ただやっぱりコクピット位置があれなんで、ランドスピナーなしで自立させるのは結構怖いです。立たないことはないですけれども、装備をつけるとこんな感じです。シルエットがかなり変わって、一粒で2回美味しいといったところでしょうか。いや、変形もあるから一粒で3回美味しいな、このキット。ということで、アレクサンダー最大の見どころ、変形をしていこうと思います。変形自体が複雑な上に、キットもあんまり大きくないので、いろいろなところを差し替えしていく必要があります。手首なんかもそうですね。頭部は上にうにょーんと移動させて、首のこのパーツは取り外します。なくしそうで怖いな。でその上で内部フレームを動かしていくんですけれども、ぶっちゃけ頭は一回取った方がいいです。複雑すぎて頭部をつけたまま変形させるのはかなり難しいです。中のフレームを折り曲げなんとか変形させていくんですが、これ結構ね工夫されてて、よく設計したな、すごいなぁと感心しながら変形させてました。コックピットはかなり後ろに移動するので、それを支えるための棒パーツがあります。頭落ちましたね。保持力が全然足りない。でコックピットと胴体をつなぐこちらのカバーパーツを追加します。ここあれどこだ。これちょっとね分かりにくいですよね、この変形。多分ここで合ってると思うんだけどな。ちょっと自信がないな。これなんか保持力もあんまりないし、大丈夫かや。膝は一度外してこちらの延長パーツを差し込みます。足めっちゃ長くなりますね。よいしょと。でもってこの膝を曲げたり、つま先を曲げたりする。足首を伸ばさなきゃいけないです。ここは伸ばしてつま先を曲げたりしまして、ランドスピナーは収納状態。よし。
だいたいこれで合ってるかな。ちょっと自信がないな。かなり複雑な変形をしてこの桁になりました。アレクサンダーインセクトモードです。ちゃんと変形させることができてるのかな。ちょっと自信がないですが、見た目はそれっぽくなってるんで、まあ合ってるんでしょう。アニメで見た時も、まあなんてキモい動きをするロボットなんだろうと思いましたけれども、立体化してもやっぱりキモいですね。最高ですよ。唯一残念なのがですね、設定画を見ると腕が伸びてるんですよね。腕が伸びてなんかこう中に配線が見えるような形状になってるんですけれども、サイズ感もあってそこの再現はさすがに無理だったようです。どうしても気になる場合はこのキットもう一個買ってきて腕を改造するしかないんじゃないかなと思います。いやしかしいいですよ。個人的には大好きですね、この変形。このまんま飾っとこうといったところで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。合わせ目にほとんど気を使ってないとか、可動が全然大したことないだとか、色分けをする気がそもそもないだとか、ポリキャップのランナーは丸々 ABS だった方が良かったんじゃねえだとか、いろいろあって決して完成度の高いキットではないんですけれども、インセクトモードへの変形を考えた複雑回帰な構造、特に胴体周りの構造ですね。この辺は作ってて大変面白かったです。興味のある方は是非作ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。